インドが小麦の禁輸措置を発表。記録的な熱波により収穫量が減少すると見込まれ、輸出制限を検討しているとしていたインドが、ついに小麦輸出の即時停止を発表したと、先週末に速報が流れてきました。日本はインドから直接輸入をしているわけではないのですが、だからといって全く安心はできません。今回はインドの小麦の流通停止が日本にどう影響があるのか調べてみたのでお伝えしたいと思います。小麦の価格は世界規模で決められている。小麦の価格は日本だけが決められるものではなく、シカゴ取引相場という大きな指標によって世界中の取引価格が決まってきます。これからは世界に出回る小麦の絶対量が減るので、もちろん取引価格は高くなります。以下は本日5月16日のブルームバーグの記事引用です。シカゴ小麦先物ストップ高、インドの輸出制限でシカゴの小麦先物相場は値幅制限いっぱいまで上昇。インドの輸出制限の動きが響いた。ウクライナでの戦争後に世界の供給がいかに逼迫しているかが浮き彫りになっており、食料価格がさらに押し上げられる恐れがある。13日付の通知によると、インド政府は国内の食料安全保障を万全にするため小麦の輸出を停止する。主要7カ国 G7 の農相はこうした措置が世界の危機をさらに悪化させるとして批判している。シカゴ小麦先物は一時 5.9% 高の一部シェル 12.472分の1ドルと2ヶ月ぶり高値をつけた。年初来では約 60% 上昇している。驚くべきことは、インドが世界的に突出した小麦輸出国ではないということだ。今回それがこれほど大きな影響を及ぼした可能性があることは、小麦供給の見通しの暗さを示している。引用ここまで。この記事からわかるように、インドから直接輸入をしていなくても、一つの生産国が輸出制限をしたことで、世界全体の小麦価格は跳ね上がり、小麦を輸入しなければならない国すべてに影響が出るということになります。小麦が手に入らないからといって、すぐに流れは変えられない。小麦が手に入らないからといって、では米を食べて食生活を転換すればよい、とお考えの方は多いと思いますが、それは消費者の視点からだけの話であった。経済の点では大いに違います。小麦を食べないから大丈夫と言っている場合ではないのです。なぜなら、代替需要やシェアの変化などが大いに絡んでくるからです。また、先ほどのニュース記事の通り、小麦の価格は、あらかじめ、先物として価格が決まっているので、ドルベースで相場が上がった高い小麦を、価値が下がった円で買わないといけないことが確定路線なのです。相場と円安の掛け算でダメージも掛け算です。高くなっただけではなく絶対量が少なくなっていることで、世界規模で奪い合いが起きることが大きな問題です。政府の製粉会社への売り渡し価格は、次回は秋に改定されるので、今すぐ大きく価格が跳ね上がるということは、じりじり上がりこそすれ、その時期まではないでしょう。価格は今すぐ反映されないので、今のところは、在庫量も価格も、去年の影響をじわじわと受けている程度で済んでいる日本国内の状態ですが、だからといって、何の対策もせずに過ごしていると、それこそ揺れがえる状態です。このニュースを聞いて、どう考えるか、何とつながるか、一人一人の想像力の発揮しどころだと思います。私が以前の動画で注文したと言っていた玄米ですが、お知らせが1枚同封されていました。購入制限です。そろそろ、買い占めからの転売が始まっていそうな気がします。確かに、米は世間的には余り気味で、お米の市場価格はしばらく上がっていないので、現時点では比較的手に入りやすいから、お米で備蓄をしよう。というのは頷けますし、私自身も行っています。しかし、景気状況が厳しくなっている現代の日本国内では、米消費への転換のために、いきなりがっつりと、企業の方向転換や設備投資、雇用を増やすということはかなり難しいのではないでしょうか。粗食に立ち戻ればよいのだ、とはいえど、人間はもともと雑食なのですから、ある程度の多様性は必要です。それに今、外食産業や周辺業界でお仕事をされている人たちの、お給料及び生活はどうなるのでしょうか。また、麦は、人間が食べるだけでなく、家畜の飼料にもなりますから、
人間の生活だけに影響がある話ではありません。家畜の餌がなくなれば当然、人間の口にお肉が入ることもめったになくなってしまうでしょう。確かに今までいかに小麦に生活を支えられていたかということをはっきりと自覚し、その上でお米に乗り換える生活は一人一人の努力として必要だと思いますが、米余りだから米を買って消費すればいいというだけの話ではありません。世界の市場で日本が買い負け、政府の麦の備蓄も放出したとすると、極端な話、たとえ今は倉庫に受け入れきれないほど米が余っていたとしても、そこに代替需要で大きく米の確保への動きが乗っかれば、それはもうどうなるか自明です。お米は溢れるほど余っているわけではない。流行り業以降、米余りでもあるということですが、今の米価も国が小麦を仕入れて企業を売る、その利幅で賄い成り立っているわけであって、小麦がないと米の値段が維持できないとも聞いています。お米作りを離れる農家さんも年々増えてきています。それはなぜかとざっくり言うと、シンプルに儲からないからです。実は、米の生産量がピークだった時でも、かろうじて今の国民が生存できるカロリーを供給できるだけしかなかったのに、今はその半分以下に減少しているのです。作物作りはボランティアでされているわけではありませんから、作り手側からすれば、儲からないのになぜ生産しなければならないのか、となりますよね。食料問題は個人個人の問題だけではなく、地域、地方、国、世界という大きなスケールで動いていることを忘れてはいけないと思います。その上で個人では、備蓄、家庭菜園をしながら、今後の自給率について真剣に考えなければならない時が始まっています。これらについては投稿主個人が、これが解決策だ、などと今すぐ言えるものはもちろん持っていないのですが、ここまでつなげて考えて初めて、自分の消費行動や備蓄についてを、しっかりと考えることができるのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。